次の弾を発射しましょう。よし。プリミティアプレイヤー L です。今回はリボルバー銃を作ってみようと思います。以前にも作りましたが、さらに仕組みを工夫して安定して発射できるようにしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。6連発できるようにしたいので、こんな感じでペアリングを組み合わせた6箇所でイルクロックされる仕組みを作ったら、そこに接続するプラスチックと火薬、鉄の刃を組み合わせた弾を発射する部品を用意しましょう。こうやって周りをきれいに囲めば、反動がほとんどなくなって制御しやすくなります。こちらをきれいに6つ組み合わせてセットしたら、ついでに着火用のタングステンも取り付けています。こちらを動かすと、うまく回転して6箇所で止まってくれます。ここからさらにタングステン部分に電流を流す8本のバッテリーにつながったバネで動く撃鉄の仕組みを追加しました。この状態で引き金を引いて撃鉄を前に倒すと、タングステンが加熱されて火薬に点火してくれます。この状態でも手動でシリンダーを回すのであれば十分武器として使えますね。それでも引き金を引いたら自動的にシリンダーも回るダブルアクションのリボルバーにしたいので、さらに手を加えていきましょう。まずは火薬の反動を受け止めたとき、バネで一瞬後ろに下がる仕組みを取り付けてみました。これなら一瞬だけ電流を流してモーターでシリンダーを回転させることができるんじゃないでしょうか。早速モーターを取り付けて、バネが火薬の反動で後ろに動くと電流が流れてシリンダーが動くようにしました。早速こちらを試してみると、一発目はうまく動きました。そして二発目を撃つと、動きません。それからも続けて撃ってみましたが、うまく動いてくれませんでした。やはり火薬の反動で制御する仕組みはランダム性があるのか、思い通りにはいかないみたいです。そこで今度は引き金を引く途中、電気が通電するスイッチを取り付けて、引き金を引くと同時に回転を始め、撃つところまで引き金を引くと回転が止まるようにしてみました。一発撃つたびに火薬の後ろにつけた古代の合金が引っかかって止まるようになっています。でも回転の勢いが速すぎて受け止めているゴムのパーツが壊れるので、シリンダーを回す部分を別回路にしてバッテリー1本分の電力をタングステン1つで弱くしたもので回すようにしました。これならどうでしょうか。一発撃った後、引き金が戻る途中でシリンダーが回って次の弾に切り替わっています。これでダブルアクションで発射できるようになりました。あとはバッテリーをグリップの位置に移動して、さらに狙いやすくなるようにプラスチックの重心も取り付けました。ついでに照準器もくっつけています。こちらを手で持って撃ってみると、いい感じに撃てていますが、最後の方でシリンダーが6分を通り抜けてしまう現象が発生していたので、火薬の後ろの古代の合金をゴムの棒の先にゴムの板がついたものに交換して、より強力にロックされるようにしました。よし、これならしっかりゴム部分でロックされて一発ずつ撃つことができています。早速こちらを手に持って近くの木を狙ってみると、ちゃんと狙った位置に弾が発射されて
命中させることができています。すべてを命中させることはできませんでしたが、リボルバーっぽい動作で撃つことができたので、よしとしましょう。これでようやくリボルバー銃の完成です。近くで最初の弾を発射したら、次の弾を発射しましょう。よし、連続で撃つことができています。片手では持てない重さですし、本物のリボルバー銃と比べると巨大すぎますが、リボルバーの雰囲気は出ています。では、いつものように遠くの大きな木から狙っていきましょう。命中してくれています。ベアリングの機嫌が悪いとシリンダーが引っかかることはありますが、機嫌が良ければそれなりに安定して撃てます。小さな木を狙ってみても、そこまで命中精度は高くありませんが、ちゃんと狙えるので必要範囲だと思います。でも、弾数は6発しかないので、草を組み合わせた的はあまり破壊することができませんでした。強い武器ではないですね。それでも、ドローン工場の壁を狙えば、2000ダメージくらいずつ与えて、どんどん耐久力を削って破壊することができます。しかし、風力発電機を狙うと防御力が高すぎるので、当たっても数百ダメージです。これでは、6発の弾だけで破壊することは不可能なので、風車を破壊すれば OK のルールに変更して、撃っていきます。そのまま何度も撃ちまくっていると、よし、風車を撃ち落とすことができたので、私の勝利ということにしておきましょう。そのまま近づいて、タングステンをぶつけてダメージを与えていると、やられてしまいました。それでは次は、こちらの雑魚キャラの大群を狙って、リボルバー銃で攻撃してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。早速発射すると、しっかり雑魚キャラに当たって、その破片で後ろの雑魚キャラも倒れるおかげで、たった6発の弾でも、それなりの数の雑魚キャラを破壊することができました。弾が細長いのが良かったのかもしれません。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。両手でしっかり持って、前の手で引き金を引くことで、弾を発射することができます。そのまま引き金を戻せば、シリンダーが自動で回転するので、持ち替えせずに撃てるのがいいところです。そのうち新しいトリガー用の素材が追加されれば、引き金を引かずにボタンを押すだけで、発射できるようになるので楽しみです。それでは最後は、イエロースライムに効くように、重ねたガラスの針を弾の前につけたら、こちらの巨大スライムを狙って攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。おりゃー！ちゃんと効いてますね。重ねたガラスの針はなかなか強力です。でも、うまく当たらず、倒しきることはできなかったので、なんとか倒せるまで攻撃を続けていきましょう。少しずつ近づきながら、何度も撃ち続けていると、やったー！巨大スライムを倒しました。ガラスの針がスライム側に弾かれたのか、2万ダメージ以上与えて、粉砕することができました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。このくらいでリボルバー銃は、完全に食べられてしまいましたが、気にせず燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムを美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回最初だけ頑張ってくれた、リボルバー銃の模型さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、
チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、バイバイ。